Welcome everybody, welcome back to Downtime へようこそ。Downtime は俺からこうリクエストをしてこう出てくださいっていう風にリクエストをして出てくれるって言ってくれてね、こうみんな来てくれるんですよ。で自分から頼んでんのはもう分かってるんだけど、今回は本当にやりたくない回ですっていうのもまあ多分タイトル見てもらったらもう分かると思いますが、今回のゲストは Farewell が今週末で解散となるバンドキャステウェイが今日はね全てをねこう語ってくれること。ちょっともう一回撮っていいこれ長い Welcome everybody, welcome to Downtime へようこそ。今日は長くなちょっと待ってね一回見するとなんか一回見すると何ちなみにここまではノンカットで、いやすごすぎる。ごめんね全部入りっぱなしだから。今日の俺もちょっと今日気持ち入ってる。気持ち入っちゃう。 It's been some time now. Here's to moments time can age. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me.よし行きます。はい、はい、What's up everybody? Welcome to Downtime へようこそ。ケンです。今日はもうね十何年の付き合いのバンドが来てくれました。まあタイトルでもねわかると思いますが、今日はねちょっといろいろ今日は長めに撮って長めな動画になると思うんですけど、本当にね忙しい中来てくれました。Everybody welcome Castaway。いやーありがとう。マジで忙しい中ね。でいやしかもねとかっつって今回はさ、しかもあれなんだよね、ちょっと俺のわがままでファイナルを今これ撮ってるのがファイナルをする前、ファイナルライブのもう1週間ちょい前になるんだけど、本当そんな忙しい中ねアティックに来てくれてありがとうございますありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あざそうというわけで13年ですか。まあねメンバーとか変わったりとかもしてたけど、まあ、13年の活動振り返ってみてなんだろうな、まあ実感はないと思うけど、ちょっとみんなにねちょっとここちょっと聞きたいんだけど、どんな活動だったっていうのをね聞きたいんだよね。今こう実感はないと思うけどね、まとめるのって難しいと思うけど、どうだったこの13年間。俺から言っていい？いもやこういうのすごいなんかそうしちゃう。そうですね。まあでもなんか長いなとは思いつつも意外とやっぱ早いなっていうのが正直なところで、まあ結局なんだろうな、すごい全部通して楽しかっただけじゃないし、すごい辛いことというかあったりとか、まあお互いそれぞれが多分思うこともあっただろうし、でもそれも含めて今やりきってるなっていうのはすごく感じてて、だからこそ今こうファイナルに向けて動いていけてるんじゃないかなっていうのはまあ実感としてある。なるほどね、だからやってきたぞみたいな感じはある。そうだね。よしやだ。いや俺はまあここのね手前3人がオリジナル、まあゆうたはでもまあずっとオリジナルって言っていいぐらいね。そう別のバンドからまあよく知ってる中ですけど、まあこの年まで音楽をやってるきっかけになったバンドだと思うし、それの意味で別に良かったなって思うかなと。なるほどね。活動に対してはまあ良かったんじゃない別になんかいや振り返ると、まあボーカルじゃなかったし、まずだからここ誰もリーダーがねいないというか、別のもういないボーカルがリーダーというか、まあそいつが集めて SNS で集めてまあできたバンド。そうだね。だから元を言うと、だからまあみんなおのおのあるとは思うけど、俺としてはこの12年後、まあ大学4年生の時にまさかこの年まで音楽をやってるとは思わなかったという意味で、なんかすごいありがたいきっかけというか。ずっと音楽やってるもんね、よしはね。いろんな、まあ、いろんな方面でね。そうだね。キャプチャー時代からもそうだよね。まあでもそうだね。まあまさかね、その親にも言われるけど、
まあ30ね4までやらないでしょ普通。でもやってるっていうのはね、そういう意味でまあでかいステージも立ったし、まあそういう意味でめちゃめちゃ良かったなって思ってる。素晴らしい。達郎はどうでしょう。まあちょっとみんな言ってるけどやっぱなんだろうな、なんか俺大学卒業してフリーターでずっと30までバンドやってて、まあ、フリーターでバンドやるってなった時に、まあ、大卒だったんだけど親にその30までにしろ、その売れるとかその売れるっていうかなんかその30までなんかその目が見えないんだったらそこまでにしなさいって言われてて、まあでも奇跡的に別にそれを考えてたわけじゃなく30歳の時に本当にちょうどコロナが来てそのタイミングでそれでその時に就職できたんだけど、まあなんていうかそれまでは本当に何も考えずに本当ただひたすらバンドずっとやってて、で活動はまあやっぱ最初前のバンドからもそうだけどやっぱアイスグリルズが本当に好きでもうそこにずっといたいなと思って、そういう面ではその活動はすごい自分の中ではうまくいったし、なんかやりたいことはできたなとはめっちゃ思ってて、まあでももっとできるなって思ってたこともあるし、まあでもやっぱ長く経つとやっぱみんなおのおの難しいとこも出てきて、まあ就職がそんなに影響したかとかではないけどやっぱりその長く続けていくとやっぱ環境とか変わっていくことがなんかやっぱ難しくなったりとか、なんだろうな、でもまあもちろんいい思い出はいっぱいあるけど、悔しいとかっていうわけではないけどなんかまだ終わってないから何とも言えないけど、そうだねまだね、なんだろうね、なんか不思議な気持ち。なるほどね。でその実感っていうのがもしかしたらそのラストライブ終わった後とかにこう少しずつみたいな。いやそれは多分そうなるんだろうなとは思ってる覚悟はしてるんだけどね、グッてくるっていうのはね、なるほどなるほど。ゆうたはどう？その初期メンバーではないけどもう初期からずっといるわけじゃん。まあ俺も含めだからこれはもうみんな一緒にいるからっていう中で見てきてバンドに入ってずっと活動してるわけだけど、どうだった？どうだった？てか今なんか今の心境はからみんなのキャスターへの思いが強すぎてすごいなんかみんななんかだいぶ重めだったよね。なんか急にもういいんだよもうこれでもうアンコールぐらいここまでここまで全部白黒だから思いの丈を語られた後に1問目1問目の濃厚な1問目鳥です。いやもうそれでいいんですよもう。それはあったんですけど、まあ自分入って7年ぐらい多分おそらく2017年とかに入ったと思うんですけど、まあさっきから言ってる通り距離も近かったんでどういう活動してきたかとかどういうメンバーかとかも知ってたんで、まあ入ってそんなになんか馴染むとか馴染まないとかなかった感じで、まあすぐスーッとキャスターの一員として入れたかなっていう感じはある。でまあなんか結構リアルな実感で言うと終わっちゃったなみたいな感じが一番強い、なんかまあそういうスタンスの違いってまたそれもなんかいろいろ環境が変わってとか言ってたけど、まあ自分はまだまだできるのかなみたいな、なんかそのでもなんかその感覚ってやっぱ違うのが今の現状だしっていうのが今あって、まあだから今正直に言うとまだあんまり実感がない。そうだよね。かな。まあもっと続けたい気持ちもそれで言っちゃいけないんだろうけどあったりなかったり。まあ今日これが終わるまでね交渉次第よ。ここで交渉あり。交渉次第よ。まあ入っていい景色を見せてもらったし、まあなんだろうずっとやりたかったけど一回なんかバンドから離れちゃった身としてはキャスターに入れて、また新しい道を歩めて7年間一緒にできたのはめちゃめちゃ財産かなとは思っているのが、素晴らしいね。よかった、最後でよかった、ゆうたが今ねすごいね今の。いやでも確かになんかこういや自分もキャスターが出始めたというか始めた頃から見てるし、リリックもずっとやらせてもらって、でしかもメンバーもさずっと知ってる人たちがやってる中で10年、確かあれが10年の時のライブかな、見に行った時にうわ10年もうやってんだみたいな、でそっからまだやるんだみたいな、いや結構行くねみたいな感じで、達郎とはもうちょこちょこ飲みに行ったりとかしてていろいろさ話とかも聞いてたけど、なんかこう13年ってこうもちろん実感は湧かないだろうし
終わるまでかその後か、いろんな人に多分言われるだろうし、もっとやってくれとか、なんだろう、このなんかツアーのラインナップ見てキャストへいたらなみたいなっていうのが多分たくさん来ると思うけど、まあみんなはねその次のステージに行くとか多分いるとね、いろんなところにあると思うけど、みんなにとって多分大切なバンドなんだなっていうのは、まあこの前のねつい最近エイジャで見せてもらったけど、もうめっちゃ泣いてる人とかもうすでにいるでしょ、もうライブで常に泣いてる人たちとかさっていうのはやっぱすごく大切なバンドだからの証だから、なんかねファイナルでもそれが見れるとは思います。多分みんな泣いてんだろうなとは思うけどファイナルの時は。最後の質問みたいになっちゃったな。終わった？全然終わりますか？全然俺今日考えてきてますから今日。オーケーオーケーオーケー。こっから楽しい話がいっぱい出てくるからね。3、2、1 I'm Josh. I'm Josh. Welcome to the Welcome to the After Talk, baby. Let's go. Welcome. After Talk へようこそ。今日はキャストウェイのダウンタイムでしたが、どうでしたか？どれぐらい撮った？結構長かったんだけど。エモかったエモく始めるからよ。いいじゃない。最初からすごい興味があるなっていう人は概要欄にあるリンク、それか patreon.com/downtimejp をチェックしてみてください。よろしくお願いします。 Alright, let's get back to the show。 キャストウェイがバンドとして今まで一番大事にしてきたことって何？わかったこれだわ。これ質問を言った後にドスーンと考えちゃうやつ。なんかすごい結構みんな本当になんだろう、すごい真面目。マイクをちょっとすいません。みんな真面目だから、やっぱちゃんと考えてやるからこそ、なんだろう、例えばだけどキャスターで言ったら多分かっこいいことやりたいみたいな、自分らが自信持ってかっこいいと思えることをやりたいが多分一番優先でくるから、ってなるとどうしてもやっぱりスピードが遅かったりとか、こだわっちゃうしだし、妥協したくないしみたいな、大事だよね。そうっていうのはやっぱり常に考えてたと思うし、それはもちろんいい影響もあれば悪い影響もあったと思うし、結果こうなったっていうのもあると思うけど、でもそれも踏まえてもやっぱ最後までかっこいいを貫いてきたっていうのはやっぱあるかなと。素晴らしいね。いいじゃん。うちってバラバラなわけよ。さっき俺が話したけど、リーダーがいないから、考えてることが全然違くて、だからそれぞれで空気を読み合って多分、何言おうかなってなっちゃうから、俺はどちらかというとそのリバーとかのアルバム入ってるアルバムがあるんだけど、あそこが自主レーベルだったんだよね。その後にアイスグリル入ったんだけど、そこが自主レーベルだったりとかして、俺がいろいろお金出してやってたんだけど、そういう意味で俺は結果としては成功なんだけど、長くやっぱり金銭面とか無理なくバンドを続けるっていうのをすごい目標にしてた、俺個人は。それめちゃくちゃ大事じゃない。そう、俺個人はそれが大事、一番かな。でそこはキャスターは本当にうまくいったと思っていて、なんかちょっと汚い話ではあるけど、全然そうやっぱりね、バンドやるにもお金がかかったりとか、あとリリースするにも、レコーディングするにもお金がかかったりとかするんだけど、そういう意味ではなんかうまくやりくりできて、メンバーもお金を集めたりとか、ほぼねなかったと思うけど、そういう意味で、13年できたっていうのが一番大事なことだったし、多分俺は大切にしてた、その音楽的なことで大切にしてることはみんなそれぞれ違うと思うから、俺ももちろんあるけど、バンドとしてね、バンドとしてっていう意味ではその長く続けるっていうことは一番重きを置いてたかな。それもすごく大事だね。それはね、親父だね。確かに親父だね。お父さんだよマジで。確かに素晴らしいわ。いやいい。それでもしかしたらそれこそバランスが取れてたのかもしれないね。そういうところでね。達郎とかはどう、なんか違うこう大事にしていたことというか、自分のコアにあるもの。でもなんかヨシも言ってたけど、そのなんかいろいろやっぱみんな結構知らず知らずのうちに分業制じゃないけど、そうだね、なんかうまいことみんなリーダーはいないけど、なんかこれ足りないならこれしなきゃダメだよねみたいなのはうまくまとまってはいたのかなと思うし、ユータそうだね、デザインできるし、はもうほぼほぼのマーチをユータが作ってくれて、
まあ最近はもう、ね、一番最初とかケンちゃんとかいた時はね、俺とか田君もんだけどもう手で振ったりとかやばで俺何もできないのに無理くりフライヤー作ってみたりとかなんかまあ本当になんかそういう感じで始めて、でもなんかこうもうゆうたは前のバンドから知ってて、もうずっと長い付き合いだからバンドゆうた亡くなっちゃった時にもう絶対ポップファンクやるんだったらこいつしかいないと思ってたから、誘ってやって入ってくれて、でデザインもできるしみたいな、思い返せばこううまくつないでこれたなっていうのもあって、大切にしてるものっていうのはなんだろう、そうやってやっぱ友達でやるっていうことは結構自分の中で大切かもしれない、はい、なるほど。先輩とやるのもめっちゃいいんだけど、やっぱ同年代というか同じ時代を生きた人とポップパンクをやるっていうのが多分自分にとって大事だったからね、そのジャンルとね、大事だと思美しいね。う。ね、ゆうたはどう？超端的にポップパンクと長く続ける、だからもう2人の考えだけど、それだけ。それ大事だね。マイク自分で持ちなさい。ポップパンク。でもゆうたはさ、だってパートも変わってるわけじゃん。まあその本当にまあ俺とね達郎は何も変わってないんだけど、そうまあね今あざみの神くんがサポートやってくれてたんだけど、まあ4人になるってなった時に、まあねギターからベースに変わってまでという言葉が分かんないけど、そのねそれでもやってくれたというか。やったというか分かんないけどね、言葉が正しいかやってくれたわ、なんか後釜っぽいからやめてよ。なんだろうでもさすごくない？でも俺すごくない？メンバーいやすごいじゃん本当にそれって、だからそれはすごいなって思うし、俺は服とか全然分かんないしデザインもできないからほぼほぼのゆうたがやってくれてる、それまあ分業がねうまくいってたね多分ね、本当にそう。みんなが自分たちのパートをやってたってことだね、それは。役割がでもそれぞれにあったのがいいことではあるかな、これはみんなに多分これもみんなそれぞれ違う答えがあるからちょっと聞きたいんだけど、キャストウェイの中で一番好きな曲かアルバム。俺はなんだろう、いろいろあるけどカレイドスコープが好きですね。割と最近の曲。はいはいはい。まあ理由はなんかまあポップパンクキャスタウェイっていうのでやってた中で、なんかなんだろう、まあ、シンプルにやりたいことがなんか小手先なしに表現してる曲なのが結構カレイドスコープなのかなっていう気が個人的な印象はあって、まあ長く話すと作曲者じゃないからちょっと怒られちゃうかもしれないけど、これちょっと背景があって、はいはい、キャスタウェイって基本的にヨッシーと俺が曲を作ってたっていうのがあったんだけど、でそのうちまあ俺とかが結構なんか曲を作ることが多くなってって、でたまたまなんだろうな、キャスターウェイとしても少し変革したいというか、人がもう少し変わった形になりたいってなった時に、ゆうたはもともと別のバンドで曲は作ってたから、そういったエッセンスを入れてみたいなってなったタイミングで、ゆうたにそのちょっと試しになんかやりたい曲ちょっとどんな感じのがいいのって言って聞いたら、デモを1曲送ってくれて、でそれがまあ今だから言えるけどマジでとんでもない曲の構成で、もう予測できないような構成で、これどうしようみたいな。いやこれをまあいいねってなるけどすごい面白くてアイデアに富んでたんだけど、ただそれを曲として消化するにはかなり難しいなと思ってて、でもやり始めたらユータがやりたかったことってこういうことかなっていうのがすごいこう分かって、なんかそれが逆にこうどんどんこう曲としてすぐこうつなげていけたというか、多分ここでユータこういうことしたいんかなとか考えてったら、今のそのカレイドスコープができたんだよね。なるほど。そう。そしたらなんか今までの曲とかもそうだけど、結構俺ら曲に対してまあヨシはあんまりそういうのは言わないんだけど、特に達郎とか俺らはこだわりやっぱ強い分、いやでもないこうでもないってなるのがポンって出した瞬間にもうこれいいじゃんみたいな、これでいこうみたいな、もうほとんどノー編集でいったみたいな。珍しかったっていうか、なんかびっくりしたのがブレイクダウン入ってたんだよね、あの曲ね。久しぶりにブレイクダウンの曲入ってきたみたいな。なんかうまく入ってんなと思って、あの歌詞書いた時は、そうだね。あれは特に結構こだわりというか、がまあコンセプトがあって、その音もそうだけど、ごめんめっちゃ長いね、大丈夫？全然もちろん長く喋った方がいいんだよ。そう結構こだわりがあったから、それはもちろん誰にも言わないけど、今まで言ってなかったけど、やっぱりこう音に関しても
なんかただ重いだけだっていうのはやっぱかっこいいとは思ってなくて、そうじゃなくてそこにちょっと斜に構えた部分というか、が欲しいって思った結果、グラッシーな音にしたりとか、いわゆるそのただ単純にハムバッキングのズンズンした音楽だけが重たいハードな音楽じゃないよっていうところをまたちょっとパンクとして見せたいなっていうアレンジっていうかいわゆる方向性を考えた結果、そういったサウンドにしたっていうのもあって。へえ。でそれも全部含めてやっぱカライドスコープはユータの中でベストチョイス。達郎は？俺はリバーとピュアかな。リバーはやっぱり一番最初に作った曲だよね多分。でもデモはあるっちゃあるけど、この4人でってこと？いや違う、俺らがリリースした時の、リリース一応デモはあったけどリリースした時に作った一番最初の1曲目だったから、なんかやっぱあの曲書いた時になんかこの曲すごいいいじゃんってなったし、なんかやっぱそこからなんかどんどんやっぱあの曲があったからなんか結構進めたんじゃないかなって思うことがすごいいっぱいあって、自分的にも結構プレイしてて楽しいし、それで歌詞もね結構好きだから。でじゃあ最初のさリバーがあって、ピュアっつったらもう最後のアルバムに入ってる曲じゃん。なぜ？なんかあの曲は思い詰まってる感じというかそうだね確かにね、確かになんかやっぱやってきた感出したいじゃないですか、確かにね、なんかやっぱ一番リアルな歌詞だなとか思ってて、その表現とかもなんかそういうのうまくできてるなっていうのと、だから好きって感じかな。いやめちゃくちゃいいと思う。ソータはどう？そうだね、俺はやっぱ達郎も言ってたけどリバーはすごく思い入れがあって、もちろんその自分が一番やりたいって多分作った曲があれだった、キャスターで初めて。それまではヨッシーがメインで作ってたし、そこに対してすごいいろんな考えというか、こういうことを考えてんだっていうのをすごいいい刺激を受けて、その時に、でそこで初めてこうおっしゃ書こうって思って作った曲だったから、でしかもその後、みんなにこう聞かせた時の反応もすごい良くて、でやっぱり自分が歌っててもすごい気持ちいいし、だそういう思いはかなり詰まってるからこそやっぱ大切な一曲かなとは思うし、あとはクライミングかな。あの曲は本当に自分がめちゃくちゃ辛い時の歌詞をケンにこう渡して、作ってもらったんだけど、アレンジというか作ってもらったんだけど、やっぱその曲だからこそ今まで表現するのって結構苦手で、自分のことをこうアピールするのもそうだけど、でもポップパンクだけどめちゃくちゃ暗いことというか、今グッドグリーフとかもね、サードポップパンクって言ってるけど、やっぱ俺らもそういう意味合いで言ったら結構そういう歌詞というかは結構コンセプトであって、切ないからこそ耐えるじゃないけど、そうだよね、頑張るみたいなね、前に進むみたいな部分、それこそハードコアの精神じゃないけど、やっぱそういう部分のはやっぱり思いながら書いてた部分があったから、そういう意味ではすごく大切にしてる曲ではあるから。いいね。ヨッシーは？なんか難しいね。一個ってなるとね、難しいよね。俺はじゃあスルーザノイズ、今一番最初に書いた曲というか、その俺がそのキャスターに書いた曲じゃないんだけど、そうなんだ。キャプチャー・オブ・ザ・スカイの書いて残りがみたいなのを改造して作った曲で、めちゃめちゃ初期からある曲だけど、結局、この前のライブもそうだけど、今でも一番最後にその曲をやってくれてるわかんないけど、キャスターウェイっていうバンド自体がその曲を一番最後にやってくれてるっていうこと自体がすごい嬉しい。俺が13年前に書いた曲をやってでお客さんもねめちゃめちゃ盛り上がってっていうのは嬉しいし、当時じゃなく今は書けない気がする。その曲はもう書けないから、当時だったから書いてて、それがいいって言ってくれてる評価をもらってることは嬉しいし、バンドとして考えてもやっぱりそのナーズフェスとかやっぱ俺らがハードコアのバンドと、ポップファンク珍しくハードコアのバンドとやらせてもらってる
のがやっぱりすごいバンドとしても大きかったと思う、すごいハードコアのバンドともできるっていうのが、まあ、それの一曲だと思うからなんかすごい良かったなと。いいね。なんか今思ったのがライブバンドだなと思ったのが、今言った全部好きな曲全部ライブでやるじゃん絶対セットリストに入ってくるってことはやっぱその好きな曲大好きな曲をライブでやるってことがその一個のその好きにつながるっていうか、っていう感じなっていうバンドなんだなみたいなっていうのはすごく感じるから、こうでいやその音楽とかもその言ってたチョイスとかも結局そのまあ Pure だったり、まあ、Through the Noise もそうだし、まあ、Kaleidoscope、まあ、PV の曲とかもうこう前に出したいっていう大好きなものを常に前に出したいっていうのがベストソングなんだなっていうのはすごく感じた。だからこそすごくキャッチーだし、すごくこうはいはいタイトルトラックねみたいな曲たちばっかなんだなっていう、そういうなんかこう特徴の曲だな。Pure もそうだったと思ったし、アルバム先にリリースしたもん。そうだね。先行リリース。先行リリースであったのね。そう今の曲だったんだけど、活動してきてベストショーかベストツアーは何でしたか？それも小島さん結構1本目のナックルパックの一緒にサーバンドで回ったナックルパックのツアーがすごい印象に残ってる。これはなんかあとあの時はすごいシーン的にもなんかなんていうんだろう、ジャンル的にポップパンクがまだあんまり浸透してなかったけど、まあなんか表舞台にどんどんなんかそのポップパンクのバンドみたいな感じで自分たちもフックアップしてもらってた時でもあったし、でなんかそのツアー自体にもフォマレかな、多分フォマレとかも出てた気がする。どっかで出てたよね、渋谷かな。いろんなジャンルのね、そうなんかそうなんかちょっとアイスグリルズツアーだったけど、そういうのでもなんかすごいなんかいろんなことが新鮮で、自分たちもそのナックルバック大好きだったし、そのバンドと2バンドで回るみたいなのも結構あって、すごいなんか濃いというかなんかすごい意味を感じたツアーだったなっていうのはすごい当時も思って振り返ってもって感じ。熱いね。達郎はどう？ナックルパックでも本当にまあアイスグリルズのツアーも全部思い出深いんだけど、思い出深いね。選べない。やっぱりなんか帯同させてもらえるのって結構すごいから、なんかやっぱ単発でも結構何でもかんでも出してもらってたけど、でもそれで思い出深いって言ったらターンオーバーだね。一番最初のあれプレフェラルビジョンだよね、のツアーだけど、最終日にもうひたすらその一番最初の EP の曲をサシャとやってくれって一生言ってたよね。やってくれって言い続けてたら本当にやってなかったんだけど、本国では絶対にやらなかったんだけど、なんか最終日にやってくれて、やべえ。あれはやばすぎたね。ウェイティングね。2曲やってたよ。2曲やってサシャとウェイティング。サシャもやってやた。ばいね。号泣だった。あの音色からのそう、あの音色のままやってた。ですげえ。その時のでも俺らもね結構ごね狂ったんだよね。本当にもうなんか全員が全員ごね狂っててやんねえともう本当に返さねえぞぐらいでしつこい、みんなしつこい。俺も好きだしみんな好きだからもうしつこく言ってた。それは覚えてる。やってくれたのね。それ嬉しいな。終わった後とかもうバンドターンオーバーとかがもう絶対やんない。絶対やんない。これで終わりみたいな。もう日本のためにやりましたみたいなね。ダメみたいな。でもいいじゃんね。それで返してくれたわけだから。ねえ、それはめちゃくちゃ嬉しい。本当に嬉しかった。リスペクトにリスペクトで返してくれたんだよ。素晴らしい。嬉しかったね。それは確かに残るわ。それはすごいね。感慨深い。そうたは？俺は多分そのターンオーバーとストーリーソファーが来たやつやっぱり一緒に2回目のやつ。そう2回目のやつかな、はすごく印象に残ってて、というのもそうカントリーアートとかそう一緒にやった時なんだけど、なんでかっていうとその前日にシャドウズとそう名古屋クワトロでシャドウズとクロスフェイスと俺らっていう異常なスリーマンがあって、でそのツアーの前日にそれが入ってて、でその前日いわゆるそのツアー始まりみたいな感じで、夜に練習入ろうみたいな、出発前に練習入ろうってなったんだけど、出発いわゆるその練習入りましたのタイミングで俺急に声が出なくなって、何時ぐらいなの？もう夜深い10時11時ぐらいだよ多分ね。練習始めようってなるタイミングで、みんなお疲れお疲れって入ってきたタイミングで俺声出なくなってて、ごめんみたいな声がみたいなってなって、みんなえみたいな感じになって、おいどうするみたいな
もうガサガサだ。いやもう本当に出なくて、いや俺もだから本当に気が動転してて、いきなりそうやばわこれ積んだって思って、思うよね。そうでまあいわゆるそのスリーマン始まりました、名古屋クワトロ、もう大舞台で、みんなもうすごいなんだろう士気高まってる中、もう俺らリハとかも声出ないし、おいどうするみたいな、いやマジやべえみたいな。でたまたまその時 PA で京太郎ってやつが一緒についてきたんだけど、まあもうとりあえずやるしかないよみたいな感じで、もうできるだけ全力でやろうみたいな感じで、思い切ってやろうみたいな感じでやったんだけど、本番めっちゃ声出て、そううわってなって、ミラクル起きた。そうでそれでもうみんなもう他のメンバーもみたいな出るじゃんみたいな、うわ隠してたのみたいな。そう本当に本当に。で終わったらやっぱり声が出なくて、うわまた声出ないみたいな。でうわどうしよう、もう次のツアーもう明日からまたストーリーソワーともう七夕のツアーじゃんみたいな、うわどうするみたいな。でまあライブやっていくうちにつれてやっぱ声は本番はなぜか出るみたいな。出し方なのかね。かな、やっぱりそういうメンタル的な部分だったんだと思うんだけど、そう怖すぎるそれ。そうで、その多分2日目ぐらいかな、まあいわゆるそのファイナル前ぐらいだったと思うんだけどにシットさんとかとまあそのライブ終わりに、打ち上げで、まあ話してたんだけど、その時にもう俺はソータのこと全然もう信用しないよみたいな、お前どうせ出るもん声みたいなお前絶対出っからみたいな、なんかそう出ない感じ出してるけどみたいな、全然出てんじゃんみたいな、だから俺はお前のこと信用しないって言われてそれが逆に自信につながって、もうそれ以降声が出ないってことはほとんどなくなったぐらい。マジでいやマジですごい。嘘。その時自分でも自分に対してそう思ったってこと？あそうです。それすごいね。なんかもうこれは俺は多分無敵なんだみたいな、勝手にこうなんか洗脳じゃないけどかかって、そっから結構ゾーンに入って、でそのファイナルがエイジアだっけかな、多分そうだよねのエイジアの時とかまあベース傭兵元メンバーいたんだけど、もうなんか PA の京太郎も含めて俺がそのクライミング歌ってる時、もうなんかもう泣いててソータが声出てるみたいな、出過ぎてるみたいな今日一出てるみたいな、なってもうみんな泣いてて、もうそれぐらい結構なんか壮絶なツアーで結構やられてたから、削られてたから、それも含めて最後ちゃんといい感じ締められたっていうのも含めて、まあいいツアーだったなって思う。怖いねそれマジで。喉ガチャじゃんマジで。そうマジでガチャだった。ちょっと後で詳しく話を聞かせて。大平さんも喉あるから。そうだ今日は声出るから。今日出てますね。めちゃめちゃ出てますね。今日は声出る。そこでつながりを感じて。でヨシもさっき泣きっぱって。俺はじゃあツアーじゃなくて、そのライブだと2つあって、まあ1個はそのサタニックカーニバル、幕張メッセに出させてもらって、まあその18年に、まあ俺が初めて親を呼んだライブでもあって、いいね。みんな親呼んでたね。みんなゲスト枠がまあうちのバンドだと15枚ぐらいあったんだけど、まあ全部親で埋まるみたいな。素晴らしい。本当にそういうので余ったらもあったんだけど、まあそれでそうすごい覚え、なんかバンドやっててよかったなっていうのと、まあそれだけだとなんか過去の思い出になっちゃうから、もう一個はなんかコロナの後に多分1本目にやったサウザンドクラブの多分 See You Smile のライブが UVS があったんだけど、それが多分俺らが結構コロナで、まあ、何ヶ月も結構止まってて1年弱ぐらい多分ライブやってなかったんだけど、それでなんか初めてライブやって、まあ大きい会場でなんかわーってなんか求められてて、すごいなんかまだ求められてんだなっていうのをすごい感じて、そのコロナのああいう感じもあったけど、なんかまだいけるなっていうんで、その後上くんが入って、まあ、アルバム出してとかツアー回ってクワトロがあってみたいな、なんかこう一回ね、まあサタニックやってコロナになったけどもう一回いけるなっていう風に感じたなるほどライブだったかな。まだ生きるぜっていう兆しになったっていうライブか。いいね。いやみんなそれぞれあって面白いですね。なんかもしかしたらね今のヨッシーの答えが一個もうこれ答えになってるかもしれないんだけど、キャストウェイをやっててよかったなって思った瞬間ってある？で例えばさっきのサタニックとかさ親呼んでみたいな、なんかこうキャストウェイだからこそやってたからこそ長くやったからこそ
ガイタレといっぱいできたのはね、まあそうまあ異常なぐらいね。俺水木さんがね本当に好きなバンドと俺本当に全部好きなバンド対バンできたと思ってるから、うんまあそれ IG だけじゃなくてそのそうだねあとワンダーイヤーズとかも対バンできたし、ブラッタ TikTok ックス、とかねブラッタックスもそうだし、カウンターパーツそうとか。カウンターバースとかもそう、そのハードカーバンドでもできるのもやっぱこのバンドだからできることだなってめっちゃ思うし、でいろんなその世界のバンドたちと一緒にできる、まさキャストウェイじゃなかったらまあでも難しいよなっていう海外のバンドだけじゃなくて本当に日本のバンドもなんか本当に自分たちが好きなバンドはうん対バンできてるからできたからそれは本当に嬉しい。うんもうカントリーアートとかウォーターウィドウとか本当仲良くさせてもらってるけど、一部もうずっとお客さんで見てたバンドだったからうんなんかやっぱめっちゃ嬉しいですね。なんか喋れないんだよねキッズだからいやいや、そのあるよねさっき出たシャドウズのねツアーの名古屋クワトロとかシャドウズに呼んでもらってみたいなのもなんかみんな、いやそううんわー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 なってたもんね。でもストーリーソファーのツアーの前日だけどどうするみたいな、いや出るに決まってるでしょみたいな。だって俺覚えてるもん、バンドを始めた時だから達はねバンド始めた時一緒にバンドやってて、五反田のスタジオで、うちらの練習が始まる前に俺がその時確かバランス&コンポージャーかなんかをこうシェアしてて、いや超いいバンドいるからで、それこそトランジットとかもやってた時に、じゃあ俺は邦楽をケンに教えるよって言ってくれて教えてくれたのがカントリーヤードだったんだよ、あの時でマールン・サウンズだったんだよね。でいやめっちゃかっこいいじゃんっつって、でそこでIG 決まって、Fireworks のツアーのゲームで初めて対バンなって「いやカントリーヤードだ!」ってなってみたいなっていうのあるから、ほんと好きなっていうかもうずーっと達郎言ってるよね。それでいいアイスクリーズ教えてくれたのはでもそれケンだったからいや本当に俺どっちかっていうとその当時はあんまり洋楽派っていうか邦楽を聴いてる人だったんだけど、そっかそれでそうたまたまケンと知り合ったのもミクシーで知り合ってたからそうそうだから応募できたんだもんね。達郎ね。でそうで俺はその前に IG のオールハート、ハワイのオールハートのナイスパイス見に行ってて、でこのレーベルに入りたいと思った瞬間はもう明確にあって、何曲目か忘れたけど誰かがマーチテーブルそのライブハウスの会場でこうマーチテーブルを作るじゃん、外じゃなくて、時々外に作る時もあるけど、でもその会場の後ろの方にあって、誰かがモッシュかなんかでIG のマーチテーブルガーン入ってって、もうぐちゃぐちゃになったのマーチテーブル。俺あれ見た時にこのレベルに入りたいと思ったこうハワイから来たイージーコアバンドがもうモッシュしまくってて、そのお客さんがそれ見てモッシュしてて、マーチテーブルぐちゃぐちゃになってんじゃんみたいな、ここしかねえよと思ってそれでもうその時に確かにぐちゃぐちゃになってたねよくぐちゃぐちゃになってた気がするキャストをやってて、やってきた中で一番辛かったことって何？俺は一つあって、なんかちょうどそのサタニック出た後から、すごいありがたいことにこう見てもらう機会がすごいちょっとずつ増えていって、ライブに対するみんなの意識が変わったっていうのがあって、それまでは俺ら無敵っしょみたいな、やるっしょみたいな感じのだけで結構勢いで言ってた部分があったんだけど、そのうちすごい考えるようになって、ライブからこうショーに変わってった瞬間が結構あって、そこからは結構きつかったかな。っていうのはこのタイミングでこういうことを言ったりとか、このタイミングでみんながこういう動きをしたりとか、っていうのを考え始めた時に、もう永遠に答えがないというか、答え合わせはライブするしかないし、そこで良かった時もあれば悪かった時もあるし、それを考えてる瞬間がもちろん楽しいっていう人もいるだろうけど、もう俺にとってはすごくきつくて、自然体じゃなくなる。そうありのままじゃいないっていうか、作られたものになった瞬間があって、でもちろんそれはみんなで決めたことだし、それで行こうってなってたから続けられたけど、自分でやりたかったかって言ったら多分そうじゃなかったと思う。しかもそれってみんながよくしようと思ったからこそ、そうだよね、次に行こうっていう、その中での難しいね。自分のキャストじゃなくなっていく瞬間というか、それを感じてる。そうだね、それがあっ
ったからなんかこうやってる最中とかはもう無だったというか、ももちろん楽しかったし、なんかそういうなんだろうアグレッシブになる部分はあったけど、でもやっぱり一番最初に来る感情は無だったかな。はい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 。終わってみたらよかったなみたいな、ホッとするっていう方が正しかった。なるほどなるほどなるほど。どっちかというと、はいはい。なんか楽しいっていうよりもなんとかよかったみたいな方が多かったその当時は。いやでもそれちょっとリアルだねそれね。でもそれあれじゃない、その全員がまとまって一つを目指した裏返しだよね。そうだね、多分ね。裏返しっつって言葉が合ってるのか分かんないけど、うん、みんながまとまってるからこそそれが生まれるってことだもん。そうそうそう。でその次に行きたいっていうみんなの気持ちというか、そのでっかいステージ出て、これが次のステージかっていうなった時の、じゃあ自分たちもそこ行かなきゃいけないんだっていう。だそれをみんな知らないから方法とか、だからやっぱりそれぞれの意見があるし、それぞれがぶつかってじゃあこうしようが生まれるんだけど、でもやっぱそれに対して追いつけない人もいれば、やっぱそれが先行しちゃう人もいるし、ってなるとやっぱり収集がつかなくなるし。そうだね。それはかなりこうなるほど感じてたかな。それはめちゃくちゃリアルです。それはめっちゃリアルだわ。次のステージに行ってるバンド感もすごくあるし、達郎はどう？何かある？いやまあタソくんが言ってたのことは結構めっちゃ納得できるというか、めっちゃそういうのはあって、まあ、結構俺もう毎回ライブは俺死に物狂いだから、結構不安なんだよね、ずっとすごい不安だから、やっぱライブ終わると乗り切ったみたいな。今でも大体そう。でも多分それが好きなのかもしれないけどね、なんかやっぱ達成感あるからはいはいはい。チャレンジなんだ、そのでもそうマジで。だからなんかどこでやってもでもあんま変わらずにできるっていうのはあるんだけど、その代わりなんかどこでももうとにかくやるだけみたいな。はいで今日も終わった、乗り切った、よしみたいなセーフみたいな。そうなんだね。13年間ずっとそのやってて、いやでもやっぱもうあんまりもちろん昔のこと思い出せないけども、確かに若い時は無敵モードみたいなのは確かにあったかもしれないけど、やっぱドラムに関してはなんかあんまりなんだろうね、なんか結構やっぱ責められる経験の方が自分の中で思い出が多いからドラマあるあるだねやっぱどこ、からなんだろう、だからそういう感覚になるのかもしれないけど、まあ、でも確かにそれは辛いことといえば辛いこと。でもその代わりなんかツアーは楽しいけどみたいな。でもなるほどね。なんかさっきその達郎が結構一生懸命やってライブ終わったぜってなった時によしみたいな感じだったけど、それ意外だった？いや俺はほぼ辛いことはなかったし、まあ今の話に関連するとなんかその俺がね上手から下手に移されたタイミングがあって、もう今は移されたっていうんだけど俺は全く納得してなくてで普通にうぜえなって思ってやってていやでもなんかそこで下手になってよかったなって思ったのは、まあその元トータルファットの久保ティさんが俺すごいその頃お世話になって、今もだけど、久保ティさんの動きを見てこういう縦の上下ですごい納得させられるライブ感出せるんだっていうのをすごい見て、その下手は下手でなんだろう自分のライブがどうやってやったらいいのかみたいなのにチャレンジできたから、だからなんか結局プラスに考えてるから、あんまり別に当時は辛いことはなくて、唯一今考えててあげるとしたら超直近かな。やっぱ解散がその決まってからが一番辛かったんだよね。そのやってて辛かったこととかほぼなくて、ライブ乗り切ろうとか俺はなかったし、もう自分がミスってて何言われようが別にいいだろみたいな考えだからいいんだけど、やっぱ解散が決まってそれこそ後輩のバンドとかがすごいいい報告とかいい曲とか出してるけど、もう俺はそれを超えることはできないんだって、解散が決まってるからね、もちろん。なるほど。そう、それがすごい辛かったかな。一番最近の話だけど。そっか。それが唯一かもしれないかな。なるほどね。それもリアルだね。自分がもうこのプロジェクトとしては出せないからポップパンクのバンドとしてなんか彼らをもう超えることはできない。そっかそっかそっか。終わっちゃうからね。なるほど。いやそれもリアルだわ。ゆうたはどう？
マイクを渡してから喋るトイレ行きたくていや、オッケー、トイレ行こう、トイレ行こう。トイレ行きます。タバコも吸いたいしタバコも吸おう、タバコも吸おう。これは言っときたいなっていうことってある？それはファンに向けてでもいいし、それは他のバンドだったりとか誰にでもいいんだけど、何かこう話し忘れたことというか。まあでもやっぱり、まあもちろんねファイナルとかでも言うつもりだけど、まあ、改めてそのライブに残念ながらちょっと来れないっていう人たちもいると思うし、そういう人たちに向けてはやっぱりなんだろう、本当に12、3年間かな、サポートしてくれて本当にありがとうっていうところと、まあこれからもよろしくお願いしますというか、まあそうだね、ここで終わりっていうわけじゃないと思ってるし、うんまあずっとまあ音楽としてまあどっかのタイミングで、久しぶりにキャストで聴いてみようかなでもいいし、まあ、小さい子が例えばその人に子供ができたでなんかわかんないけどなんとなくその曲聴かせたりとか、なんかそういう感じで細々とまあどっかの生活の一部に俺らがいたらいいかなっていうふうに思ってます。素敵だね、それはね、そういう意味で本当に今までありがとうっていう。いいね、いやなんか俺ってなんか俺たちと俺個人的に結構思うことがたくさんあるのね、そのキャスターウェイには。っていうのは、まあ、作曲の面ではあれだけど、その作詞の面でもう何枚やったかってくらい一緒に歌詞をやってたじゃない。でも今後、そういう話をたくさんすると思うんだけど、改めて考えてみたの。なんかこう、いろんなその作詞をしてきて一緒にリリックワークをやってレコーディングに行って発音やったりとかして、何が一番俺の中で歌詞難しかったかなっていうのをね考えたんですよ俺、で全部ディスコ見て、で一番タフだったのが、だからもうこれ俺のなんだろう思い出話になっちゃうんだけど、Through the Noise があるじゃない、はいはいはい、で再録あったじゃん、ああペインテッドの時、そうペインテッドの時に、でしかもあれもともと俺が触る曲じゃなかったのよ。でただあれ見た時に再録するんだと思って、で俺がソータに多分これさペインテが出たその年のバージョン書いてみないって俺から言ったんだよね。で今の時代にあったてか前に書いた一番最初の曲で出して今でもライブでやってる曲じゃん。で新しいバージョンになるから、これさちょっと俺歌詞書かせてもらっていいかなっつって、でただライブに来てくれてる人たちはある程度のそのリリックだったりそのフローとかもあるから、それをなくさずに書くからちょっとやらせてくんないって俺から言ったんだけど、で OK って言ってくれてやったんだけど、俺3パターン最終的に渡して、1曲2パターン渡して 1,2 は俺歌詞全部変えたんだよ、でアンサーソングにしたんだよね、Through the Noise のアンサーソングとしてこれどうみたいなでライムも全部合わせたんだよね。言葉は違うけどその韻の踏み方は全部元の曲と同じになるようにやったんだけど、そうだが言ったのはこれめちゃくちゃいいんだけど、さすがに歌詞がここまで違うとこうずっとやってる曲だからみたいな、それ理解して、最終的にはなんかこういいミドルを見つけた、最後のちょこちょこ変えて A メロはでラストバースをアンサーにするっていうとこでこう納得してもらって、そうやったんだけど、そうあれを書いてた時が俺自分で言ったのにしかも他のアルバム全部やんなきゃいけないのにこれ自分で言っといて俺すげえことやっちゃってんだみたいなで責任感も大きいじゃん、大事な曲だからさ、ライブでっていうのをね思った。Through the Noise はだからで今でもそっちのリリックの方でやってくれてるじゃん、そうだね。そうだから俺の思い出の曲とか、さっきの一番好きな曲とかと似てとかペイネの Through the Noise でしょ、でリバーなんだよもう一個は。そうで俺の中でキャスタウェイの俺が帰ってきたキャスタウェイの中でのナンバーワンリリックはリバーなんでね、そうで俺個人的な、でそれがB メロのところがあって、確かねデモで
growing up now のふわりがあって、その俺たちの場合ってこうちょっとソータの場合はなんか言葉はめてたりするじゃん、それが growing up だったんだよ、だからもうまんま growing up につなげたいんだなって思って、でその前の歌詞を、そのタバコを吸ってる、俺もこれ大丈夫かなと思ってタバコ吸わないし、だからでもその当時吸ってたんよ。吸ってたっけ？そう吸ってた。そうでそうです。この slow suicide breathing cigarette smoke tasting the bitter sighs、growing up now、でその歌詞俺書いた時に俺ね外にいてその growing up につなげようで俺もちょうどタバコ吸ってたんだよ、でタバコ吸っててそれこれなんかこのまずこの感じ、この喉にかかるこの苦い感じ、これでいけるかもってバーって書いたのがそこなんだよね。なるほどね。でそこ書いた時にこれタイトルトラックになるわって思ったの。そうなんだ。サビじゃなくてそこで、しかもその前の歌詞が、その breathing air の話だから、そう空気の話だったりとかそのからつながってるから、いやこれは行くんじゃねえみたいなってぐらい自負してたんだね。そうでもそれは俺らがめっちゃそれはやっぱ感じてて、で俺も最初にその歌詞を作る時にさっきの話に戻るんだけど、俺もタバコ吸ってて、なんとなくこうみんな社会人になった時になんでみんなタバコ吸うんだろうって考えたんだよね。その時にやっぱこうため息に味付けてんじゃないかなみたいな、っていうアイデアというかそういう印象があって、やっぱそれが結局自分をこうすごくこうゆっくりと自殺してるというか、なんかそういう自分を落とし込んでるような印象があって、自分もそうやって大人になりながらそうやってやっていくんだなみたいなのを感じたんだよね。でそれを英語にするっていうのが全く分かんなかったから、でそれがもう直でそれがケンのフレーズで返ってきた時にこれやばいみたいな、もうマジで超いい響きみたいな。あれはビタビタだったね、俺の中でもこれはいい。俺その時ね彼女に見せたもん、見てこれ俺書いたの俺なんで仮撮りで撮るじゃん俺、で俺これすごくないみたいな、さすがにこの歌詞めちゃくちゃいいと思うわみたいなって思って、で実際にソータのがそれを歌って聞いてみると、やっぱねしかもサビでもないし、イントロというかもうなんかこうちょっとあれじゃない、渋いとこに入ってるから、あんま聞かんね、こうフローで聞くというかこう聞きっていくところじゃないからあれだけど、俺はねあそこはもうRiver聞くときはあそこいつも聞いてる、あそこそうよかったなと思って、それはそうね。それこそそういうのがあって、もうこれはケンに頼むべきだなみたいな、だそこのきっかけがやっぱりそういうリーバーとかだったし、This is why you always do の、アルバムミニアルバム、でやっぱり確信になったし、俺にとってもここまでいるんだけど、その音源をほぼほぼ俺と一緒にやってくれてるアーティストさんは、でもねキャスト A は多分一番長いんじゃないかな、マジか、歌詞を書いてて、そうで毎回そのねほぼ毎回こうやってくれて、すごいスムーズにできるから、嬉しい、いつも助かってます。いつも会うたんび言ってたもんね。そうこの前キャスターウェイ行ってきたんですけどそうやつやさなんかそれで言うと俺結構ケンがその毎回歌詞を作ってくれた後にガイドを歌ってくれる、だけどそれが結構言ってしまえば誰も聞くことのないデモなわけで確かにそうもう俺しか知らないから、メンバーも知らないし歌詞とかも結局俺が歌取ってからみんな聞くぐらいの感じだから、だから結構優越感というかキャストへの曲を俺が歌ってる音源も持ってるっていうね、やべえケンが俺の曲歌ってるわみたいなCDR にまとめてもうメルカリじゃないですか、メルカリ行くしかないじゃんそれ。いやそれちょっと最後なんだけど、ラストショーについてねちょっとこれが出る時にはまだラストショーの1週間前に公開されてるんだけど、この動画はちょっとラストショーに向けてのちょっとね意気込みみたいなのをちょっとね聞けれたらなと思うんですけど、まずラストショーがアンチノックっていう、その俺たちからしてみればもうルーツオブルーツ、俺たちも最後アンチノックだったし、そこには何かバンド的には思い入れはありますか？もうほらもう準備ですよ、準備。これはねもう言うけど、はいはい、解散の話になって最後のライブはやりたくないと言い出したわけですよ、で俺はやらせろとなって俺が抑えるならアンチノックしかない。
なるほど。っていうかまあみんなアンチノックで育ってる。なんかそうそれは自然、結局やるんだっただかららアンチでしょうは自然そうでも最後のライブやりたくないっていう話もあまあ俺もよく覚えてないけど出てたから、うんそれは絶対嫌だと俺は言って、まあで大原さんにすぐ連絡して、なるほど。まあアンチノックなら必然なんだけどちょっとバンド数呼びすぎちゃってみたいな。すごいよね。そのバンド数呼んだのも後そのアンチノックでやるって決めた後になんか呼びたいバンドいるってなって、まああれやこれやあれやこれや出てきて、それはもう無理じゃないかみたいな。なるほどなるほど。そしたらすぐソールドしちゃったけどみたいな。だから本当はエイジアでやんなよみたいなことはお客さんにも言われたんだけど、まあそうアンチノックでね、まあみんなが出会ったきっかけというか、なんかそういだようね。それで言うと多分まあ10周年でウォールをやってたから多分俺らの中ではもうウォールとうん。アンチノックがもう10周年ウォールやってるしアンチは多分必然だってまあめちゃくちゃあれだよね。バンドを感じます。そういうのはアンチノックっていうのはだからちゃんとなんか意味があるんだなと思う。これわかんないと思うけど一応書きました。泣くと思う最後。俺は泣かないっす。お前は泣かない。絶対泣かない。ヨッシーは多分泣かない全然泣わ。かないっすね。確かに誰かが責任持って泣かせないといけないねどうなんかでもそうな普通はさソータの MC とかも、つい最近見た時はなんかこう笑っていこうぜみたいな感じの MC が印象的なのね、なんだけどやっぱ最後じゃんってなった時になんかこう来ると思あでもう。うんとか俺最近来たライブとかあったなんかこういやもちろんあったよ、うん全然あったけど責任感かな。おうだって、うん例えばだけど泣いて歌えなかったら見に来た人うんがちゃんと聞けないしなるほどだし初めてその時にキャスを見る人もいると思っててまあファイナルは違うけどやっぱりそのイベントで初めて俺らのことを見るっていう対バン目当てで来た人が見に来た時に勝手にこいつ泣いてんじゃんみたいになったらすげえ嫌だなと思ってはい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 それもあるからちゃんと歌いたいはいはいっていうのはあったでファイナルに関してもファイナルうんあとこれはちょっとなんだろうあんまり言うのはあれなんかもしれないけど泣かせたいわけじゃないしうんだしその人たちが泣いて楽しめてないのが一番嫌だかなって思っててああなるほどなるほど本当はだってライブって、まあ、もちろん感動して泣くっていうのはあるけど、うん俺らのコンセプトはかっけえライブみたいなイメージはいはいでやってきてたから、うん急にそれがファイナルになってうーとかって言ってお葬式みたいになったら、うんいや地獄でしょみたいなだからその今すごいありがたいことに今のこの時期にこうライブ見に行きますみたいな最後だから見に行きますみたいな人もいておそういう人たちは確かにこう1回目見た時にこう泣いてくれるというかすごいすごい感情を込めてライブ見てくれるんだけど、うんそれは今日だけにしてほしいって言ってうんで最後のライブは絶対に全力でみんなで笑顔で散ろうみたいな、はいっていうのをもう一人一人に言っててはいはいはいそれは俺もそうだし俺も言った手前俺が泣いたらもうおじゃんだからなるほど絶対責任持って泣かないようにしてみんなを笑顔で返したいと思じゃあ絶対泣かないんですねうない泣かないんですねないオッケーじゃあケンがもうからしスプレー持って物理ステージ脇から攻撃もうバーンの時にもうプシャーみたいないやー目真っ赤っかみたもいうな全員号泣みたいな達郎はどうよ達郎はどうでしょいやどうも泣きそうにはなるんだと思うんだけど、別に泣きはしない泣いてんのかなそれは泣きそうにはなると思ううまあまあでなんか良くなってるしはいでもやばかったのが10周年の時にケンが俺ドラム叩いてるのに真横ライブ中の真横で「お前もっとできるもっとやれる」みたいなもう熱くなっちゃっててアニマルハマるみたいなそう俺が熱くなっちゃったんだよな、いやでも泣かせにかかってくるんじゃないかなみたいな。あー俺はもう自然ですよいやいやいやもう俺はもうでも別になんかもう俺は泣いてもいいと思っててなんか結局泣くけど泣くに楽しいもあってもう感情ぐちゃぐちゃな方がもうなんか印象として残るし多分なんかそのいろんな感情を持ってでも結局終わったら楽しいがあるはず、泣いても思い出に残るし、それが残ればいいな、その日がなんか人生のなんか思い出せる一日になったら、それはそれでもういい泣いても笑ってもって思ってる。なるほど、うんそれも大事だ、ゆうたはどう
は泣きます俺とユータは多分もう似てんの。予約だよね。もうそう予約。俺とユータは絶対俺もめっちゃ泣いたし、もう俺とユータそこは多分似てるわ。絶対泣く。多分今までのライブも多分結構10はあ、そうなんだ。 5はマイクを5は泣いてるっすうんそうなんだ。なんか今までのバンドも込みでなんかあんまり普段感情をバーって出すタイプじゃないけど、なんか出るっすね。いやわかるわ。そういう意味でもなんかバランス取れてるね。ちゃんとその絶対泣かない、泣きそう、絶対泣かない2人、泣きそうガン泣きみたいな。ガン泣きしてるでも。でも絶対泣かないはからしスプレーで一人ずつ落としていく。ひどい。まあそれ絶対聞けないっすね。ライブできなくなっちゃう。絶対ライブできないっす。なるほど。まあ確かにな。だから俺もなんか泣きたいと思ってもちろんライブはやらないしあれだけど、そういうなんかフラッシュバックしちゃう瞬間というか、なんだけどファイナル俺が一番最後にやったライブ、それこそアンチのライブは何も覚えてない。一瞬で終わって何も覚えてない俺。もうだから多分今言うけど多分一瞬で終わると思う。先輩からのいやでもそうじゃない。そういうライブってなんかこう一瞬で終わんない？解散したことねえから分かんない。そうだったそうだったそうだったいやまあでもね、何かこう思い出せるような、達郎が言ってた、思い返せるようなライブになるとね、そうだね。いいですね。なんかこう多分今セットリストとか構成だったりとか多分考えていくと思うけども、なんかこう注目してほしいという注目してほしいところとかあれば。どの曲とかどのセトリとかじゃないから俺らは30曲全部やるんでしょだって。できないっすね。持たね当日までに指先までタトゥー入れていくからそれを見てほしいみたいな。気合入りすぎてそう気合入りすぎてねそうそうそう顔面までいっちゃいましたね。でもそうだね、とりあえずすごい臭い言い方だけど、下だけは見ないように、下だけは見せないようにしたいかな、ずっと見ててほしいし、ずっと好きなことやっててほしい。だからそのなんだろう、俺らがこうやれって言ったからそれをやってほしいわけで全然ないし、その時に思ったことをやりたいって思ったことをその場で表現してくれたら、なんかまあ俺的には本望かなっていう思う。いいね。そうなんかこれちょっと前にインスタとかなんかそう SNS で言ったんだけど、やっぱりバンドマンっていうかはライブ、なんかそのバンドマンがライブをすればそのライブイベントって完結するわけじゃなくて、やっぱそこには PA さんだったりとかまあ照明さんとかね、その当日にこういろいろチケットをやってくれるスタッフだったりとか、あとそのまあイベントに対してこういろんな思い入れのある人だったりとか、やっぱ出てくれるバンドだったりとか、あとはもうフロアをかっこよくしてくれるお客さんだったりとか、それがあるからライブだし、それが一つでも欠けたらその一日って多分成り立たなくて、それはその当日ファイナルは絶対に 100% 全員が全力でもう挑むっていうところは責任持って俺らがやっぱライブで証明したいし、それに対してみんなで応えてもらえるように頑張ろうかなっていう。素晴らしい。じゃあもう最後に向けてだね。でもこれからあと1週間だね。俺も行くんで楽しみにしてます。剣を泣かせないといけないからな。ごめん、俺すぐ泣く。すぐ泣く。達郎のドラム見るとすぐ泣いちゃうから。鼻っ端ちょっとデコピンするのすぐもう最後に聞きたいんですけど、これはねちょっと難しいかもしんない。でみんな同じ答えでも俺はいいと思っててなんだけど、みんな別々で聞きたいんだけど、ラストライブを終えたキャストウェイに一言言ってください。そうね、みんなおのおのこれからの人生やりたいことをやってまた会いましょう。めっちゃ良い。素晴らしい。めちゃくちゃいい。俺はいつでも準備できてるからまたライブやれって。ああなるほどなるほどなるほど。はい、いいじゃないいいじゃない。かっこいい。そうだね。結構だからその次のライブのことに結構フォーカスしてる部分が大きかったから、あんまり考えたことなかった。そういえば解散してるからもうなんだろう、それ以上でもそれ以下でもないし、やるだけやったっしょ。
でまたやりたくなったらみんなに「ごめんもう一回やりたくなった」ってまあ土下座でも何でもしてやると思う。だから、あんまり気にしてない。ああ、いいね今が最高と思ってるんで。素晴らしい。いいねいやめちゃくちゃいいわ。全然喋ってたね今。どういうこと？いや違う MC してた。未来の MC してた。今誰かと俺たちじゃない誰かと喋る。ここにいた。誰ここにいた。かいたね。やばいじゃん、超ハードル上がってる。鳥だよ鳥だ。なんだろうね、俺もなんかそんな自分で一番むずい質問なんだろうなって思ってこれだったの。そうこのタイミングだよしが簡単だったけどね。そうだね。なんかそのなんだろう、その要するにこういう機会っていうのがまずないから、そのラストライブを控えてのみたいな未来のメッセージみたいなのがだいぶそうだね。ものすげえイベントだよ今日。そうそうか。そう普通こんなことしてる。でしかもリアルタイムで会見みたいな。どうね。そうリアルでしかもリアルタイムで公開されるから。そうだね。そうだからちょっとねあえて最後はちょっとめっちゃ答えづらいだろうなっていう質問をちょっとぶっ込ませてもらいました。むずいよ。だって俺そのまたやろうねがマジで俺の中でないなと思ってるから。まあそれがすごくあれだよね。またやろうねじゃない、また会おうとかじゃない気がするから。ってなると何なんだろうなみたいな。マジで言うことお前にないとしか思ってないっていう。いいじゃんいいじゃん。だな。やりきったなぐらいですかね。だからやりきったよお前。オッケー。素晴らしい素晴らしい。完結よ。もうお疲れってことだね。素晴らしい。いや今日はね本当にすごく貴重なタイミングだし、すごい貴重な時間本当にありがとうございました。Castaway everybody that was Castaway. Thank you so much, Johnny. イエありがとうございました。ポーランドとリトアニアに行ったんですよ。で、ちょっとまだ暖かい時期だったのでポーランドリトアニアの夏の風物詩的なスープがあって、ビーツとヨーグルトとディルを使っためっちゃピンクいスープがあって、それがめっちゃうまかったんですよ。うまそううまそう。でよくよく考えたらこれはビールに落とし込めるなと思って。そっち